それではルーレット第2回戦は宮地学園立浪降臨、出江高校井崎優太。井崎優太行きます。スタンドアップヴァンガード。ファイ太陽のビーム体中に浴びてスタンダップさんがそうチャージして走れヴァンガードファイレディゴーレディゴー新しいジェネレーション巻き起こせレボリューション未来へナビゲーション切り開いてブレイクスルーいけよパーフェクトじゃなくてもいいさ飛べよ青春の空へヴァンガードファイ太陽のビーム体中に浴びてスタンダップさんがそうチャージして走れあいや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 ヴァンガードファイライドオンザウェイ何も恐れないで勝利のカード振りかざせ最高あいや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 ヴァンガードファイレディゴー。リーディングジュエルナイトサロメ、凛々しき勇気の剣を振るえ、デスレックスにアタック。はあ第2試合ウィナー宮地学園立浪降臨。さすが降臨さん。これで1勝1敗だぜ。その一敗は石田なのです。うっせえ。すまねえみんな。気にするな、まだ次がある。井崎よく負けた。へ？降臨ちゃんに勝つなどという無礼な真似をしなかったことは褒めてやろう。だがなぜこの俺を差し置いて降臨ちゃんとファイトしやがって。その罪万死に値する。先生、次の組み合わせを。OK エブリバディ。第3試合の組み合わせ、宮地学園はスタープ徳谷美咲くん、そして出江高校はんだありゃ。助っ人？ミステリアスな助っ人くんが満を持しての登場です。ヘルプマンカモン。あれは待たせたなみんな。カムイ君が助っ人？はい、同じ出江同士ってことで中等部から呼ばれたんです。へえ、すごいや。事情は全て聞いてます。でもだからって手加減はしませんよ。望むところよ。私も全力で行かせてもらう。あんな厨房が助っ人かよ。このファイト勝ったな。はあ、何をのんきなことをほざきやがりますか、この初心者様。何？あの桂木カムイ君も仙道君と同じ Q4 のメンバー、アジアサーキットを勝ち抜いた選手の一人なのです。いくら我が校の美咲さんでも簡単に勝てる相手じゃないのです。今は1対1。この第3試合に勝った方がゲームの勝利に王手をかける。すごく重要な試合だ。お願いします美咲さん。美咲さんとちゃんとした試合で戦うのは初めてかもな。ワクワクするぜ。あんたとは
全国大会やアジアサーキットを一緒に戦った仲間同士。でもここは勝たせてもらう。宮地学園にカードファイト部を作るため。では2人とも Are you ready? OK! Let's bang it! スタンドアップバンガード。星を射るにアルテミス。ライオットフォーム。ジェネシスだ。美咲さん、オラクルから新しいデッキに。でも相手は美咲さん、きっと使いこなしているはず。油断はできない。相手は中学生だと？はい、出演の助っ人とかいうことで。勝てるのか、そんな子供で。まったく出演にも困ったものです。まあいい、朗報待ってるぞ。まだ3試合目です。結果は変わりませんよ。重心ヘイトレッドケイオスで黄昏の狩人アルテミスにアタック。重心ヘルアーティデストロイヤーのブーストゴールデンアングレットでアタック。トリガーチェック。ダメージチェック。ライオットホーン。ターンエンド。ダメージは4対1。大きく離されちまったか。どうやら中学生の方が推しているようです。ほう、なかなかやるじゃないか。はい、なかなか。ダメージは4対1だってのに美咲さん動じていない。序盤からどんどん飛ばしてくるカムイらしい戦い方だね。それじゃあ私も本気で飛ばしていくよ。淡くほのかな輝き満ちる時来たらば強き光にダイブ。月夜の先人アルテミス。月夜の先人。ソウルに黄昏の狩人がいるので月夜の先人はパワー11000。コール。猫の魔女クミンのスキルソウルチャージ。サフランでヘイドレッドケイオスにアタック。ザ・ゴングでガード。次戦巫女竜田姫のブースト月夜の先人アルテミスでアタック。くれ。限界を超え新たな世界を切り開け。リミットブレイク。ソウルブラスト。2枚ドロー。手札から1枚をソウルに。月夜の先人パワープラス5000。さすが美咲さんです。パワーアップしかつ手札も増やす。これが月夜の先人のルナグロリアスグローリング。ツインドライブチェック。フクロウの魔女パプリカにパワー。月夜の先人にクリティカルプラス1。ここで竜田姫のスキル発動。月夜の先人の攻撃がヒットしたので3枚ソウルチャージ。猫の魔女クミンのブーストパプリカでアタック。パプリカは月夜の先人がヴァンガードにいるのでパワープラス3000。ノーガード。ターンエンド。やった。同ダメージまで追い上げた。使い始めたばっかのジェネシスをがっつり使いこなしてくるよな。美咲さんってやっぱすげえ。俺様も燃えてきたぜ。重心エシックスバスターに俺様ライド。ヘイトレッドケイオスでパプリカにアタック。ローリアでガード。エシックスバスター月夜の先人にアタック。シナダで完全防御。
猫の魔女クミンのブースト。サフランでアタック。トリガー発動。エシックスバスターにパワー。竜田姫のブースト。スキヨの先進でアタック。そしてリミットブレイク。ツインブレーダーで完全ガード。猫の魔女クミンのブースト。サホ姫でアタック。ロールボーイでガード。ターンエンド。両者全く互角なのです。すげえな2人とも。グレートファイト。今の攻撃をダメージ1でしのぐなんて敵に回すと怖いわね、カムイ。まったくギリギリのファイトをさせてくれるぜ美咲さん。だけど追い込まれるほど血がたぎる。それが俺様桂木カムイだ。俺様のターン。ドロー。美咲さん、悪いけどこっからは俺様オンステージだ。聖なる輝きは希望の証。光で世界を包み込め。超重心イルミナルドラゴン。エシックスバスターに俺様ブレイクライイルミナルドラゴンとエシックスバスター、まずい組み合わせね。おい、そんなにまずいのか。何言ってんの？当たり前って言っても私なら楽にしのぎきれるけどね。しのぎきりなさいよ。部の設立がかかってんだから。ド。これがブレイクライドの効果。イルミナルドラゴンにパワープラス1万。コール。ライオットは退却。ブレイクライドってあれで終わりか？プラス1万するだけかよ。違うよ直樹くん。あのブレイクライドの本当の恐ろしさはヘルアーティディストロイヤーのブースト。ヘイトレッドケイオス。スキルでさらにプラス3000。ガーブランクマーシュのブースト。キングオブソードでアタック。ドガード。次だ。ヘルアーティディストロイヤーのブースト。イルミナルドラゴンでアタック。そして再び立ち上がれつわものたちよ。なんじゃこりゃ。あれがブレイクライドのもう一つの効果。これでカムイ君はあと2回の攻撃ができる。そんなんありかよ。しかもそれだけじゃない。今度はイルミナルドラゴンのリミットブレイク。カウンターブラスト。立ち上がれ重心の名を持つ戦士たちよ。勇者は何度でも立ち上がり壮絶無比の鉄槌を下す。これが俺様必殺のフルメタルバトルグラップル。これでカムイ君は2度の攻撃を完全な形で行える。なんつう技だ。やっぱりカムイ君すごい。彼女旗色が悪いようですが、カードファイト部の設立がどんどん遠のいていきますね。戸倉美咲でしたっけ？たかが中学生相手に無様な。あんな野郎。副会長でしたっけ？え？あんたがどんな予想をしようがあいつはきっとそれを覆す。だから黙って見ててください。コーリンさん。ツインドライブチェック。ドロートリガー。パワーはキングオブソードに。そしてドロー2枚目。残り1ダメージ。美咲さんはもう2枚もシールドを1万をガードに使ってます。残り3枚のあの手札に大した防御力が残っているとは。再び俺様のアタック。ヘイトレッドケイオス。スキル発動。ヘルアーティのブーストでいけヘイトレッドケイオス。ガード。まだあんな防御力が。すげえぜ番長。
まだまだゴブコードガード、そしてインターセプト。また不正だぜ。5ダメージでストップか。さすが美咲さん。ターンエンドだ。不正だ。防ぎ切っちまった。おい番長ってすげえよな。しかしここからはまずいのです。え？手札は1枚しか残ってない。前衛も欠けています。さらに相手フィールドにはインターセプトできるユニットが2体。手札はセンチネルを含むカードが3枚。もうズタボロの状態なのです。このターンで勝ちきれるか。大丈夫。え？なんとかなるんじゃない？私のターン、ドロー。星のごとき静かなる魂の熱さ、海のごとき深く激しき思いが未来永劫に。ライト、とこしえの女神岩永姫。このカードを忘れていたのです。どういうことだ？岩永姫のリミットブレイク。相手リアガード前列すべて退却させる。エバーラスティングバニッシュ。これでガードに使えるのは手札の3枚のみ。これが美咲さんの凄さなんだ。コール。すっげえ。攻撃体制も完全にない。勝利へ王手をかけたも同然。やるなトクラ。参るな美咲さんには。悪いねカムイ。でもこのファイト負けるわけにはいかないの。猫の魔女クミンのブースト、サフランでアタック。あと2回攻撃が来る。それを考えると防御力が足りねえ。ならここはノーガード。ヒールトリガーにかけるぜ。行くよ。いけ！残念。第3試合ウィナー宮地学園戸倉美咲。ナイスファイト。やった。お見事です。所詮は中学生。役に立たないですね。すっかり追い詰められちゃったな。さすがだったよカムイ。美咲さんこそ俺にとっちゃ最強のライバルの一人です。よし2勝。次はでは第4試合の組み合わせ。おっと、いよいよ僕ですね。三輪くんのファイトを久しぶりに見ますね。あいつ向こうの部長だろ。だったらそれなりに強えんだろな。ミワなんて名前月刊ヴァンガードでも見たことありませんです。絶対弱っちいに決まってます。相手にとってすぐありありなのです。ほう、え、いい度胸じゃねえか。軽く相手お願いしちゃおっかな。お手柔らかに。何言ってんだかなのです。くらえドラゴン怒りの鉄拳ドラゴニックローキーパー。第4試合ウィナー出江高校三輪大志。三輪くんはカイくんといつも戦ってるくらいのファイターなんだよ。それ先に言っといてくださいです。もう2対2の同点じゃない。残るはあと1試合。宮地学園に俺たちのカードファイト部ができるかどうか。次のファイトで全てが決まる。そう、全てが決まります。仙道愛知くん。
この試合の大将にして必須ヴァンガード部最強の男、天才の名を欲しいままにし敗北を知らぬ無敵の男、この俺森川克美様の出番がついに来たようだな。この試合いただきかもね。あいつはデッキの構成が偏ってて、デッキの半分がグレード3とか。はい。それでいつも結局負けるんだ。男らしいじゃねえか。もちろん相手を舐めたファイトは愛知にはできない。しちゃダメだけどね。宮地の勝ちは決まったな。でもこれで無事お兄さんたちのカードファイト部もできるってことか。それはどうかな。森川君、残念だったな愛知。よりによって当たるのが最強天才森川様とは。弟子だからって手は抜かねえぜ。大将どうぞ。ご苦労。森川君相変わらずだな。俺様最強、必須ヴァンガード部最強。イエーイ。イエーイ。おう、しけ。では二人とも Are you ready? はい。オーケー、レッツバンガード。スタンドアップバンガード。なんじゃこりゃ。これ俺のデッキじゃねえぞ。あいつら。あれってカゲロウ、もしかして。どういうことだよ。あの森川のデッキはな、カイが組んだのさ。いつもの森川と思うなよってな、カイ。何万回でも負けない気持ちどうして輝く未来へないまっすぐな君が好きだよ。泣いても笑っても一度君の真剣勝負本気です。ほら火花散らせ。やっぱり美咲さん強いや。中学生が高校生にかなうわけないのです。何？まあカムイ君もさらに強くなってたよ。まあメガネ先輩よりはちょっとだけ強いかもしれませんね。うるさいのです。さっきはわざと負けたのです。高度な作戦です。すげえ減らず口だね。次回貝の影。部を作るためにも森川君には絶対負けられないけど。そんな仙道君が押されてる。甘く見てると怪我しますよ。